アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。ついに ADA の製品に手を出してしまいました。こちらのプロレイザーミニです。90センチ水槽なのにミニなんだって感じだと思うんですけど、これは僕が細かいところに使いたいんで、小回りを考えて選んでます。この手のツールは海外製のを使ってる人も多いですよね。ADA にした意味は特になくて、アクアリウム界でのハイブランドなんで、一回買ってみようかなっていう感じです。でも開けて触ってみて、質感とか細かい仕上げはやっぱりね、よくできてます。これなら、ただ単にブランド名貼り付けて値段高くしてるっていう風には僕は感じませんでした。中に入ってるのはこの本体と説明書と、あと替え刃が2枚入ってます。で、早速セットしてますが、ただカミソリ挟んでネジで締めるだけです。特に難しいことはないですね。ただ手を切らないようにだけ注意してました。では実際に使ってみます。この日のために少し苔を貯めておきました。何はともあれ、一発入れてみたら、これいいですね。力入れる必要もないし、スカッと苔が落ちます。ガラス面に対して常に角度をつけて刃を当てられるんで、気持ちよく落ちますね。で、この壁面の苔は人によっていろんな道具使ってると思います。僕としては刃を変えれば鋭さがすぐ戻るっていうところが、このカミソリ系の道具を選んだ一番の理由です。実際に使ってみて確かにこれはいいですね。ただ僕は壁面全体をこれで掃除するつもりが最初からありません。90センチ水槽だと画面のように何度も上下の往復を繰り返さないとダメだし、その時に取り残しがないように念入りにやるんだったら、結局小さいメラミンスポンジでやってるのとなんか同じになっちゃいますよね。で、これは大きいプロレーザーを買っても同じことだと僕は考えてます。横幅が3倍とかになるわけじゃないんでね。なので壁面は基本以前メンテナンス動画で出した大きいメラミンスポンジでやるのが僕には一番確実で早いです。じゃあどこでプロレーザー使うのかっていうと、この低床との境目です。以前はこのスティック状メラミンスポンジで掃除してましたが、これ思うように掃除できてないんですよね。この辺の話は32番目のメンテナンス動画で詳しく話してるんで、もしよかったらご覧ください。では本丸をプロレーザーで攻めてみましょう。ちょっと削ぎ落とす感覚がよくわからなくて何度もやってますが、これね、最高ですね。こうやって苔がね、まとまって取れるんですが、これをね、こんな風にエビがダイビングキャッチしてます。すごいですよね。これどうやって認識するんでしょうね。で、真ん中の方もビシッとやって、一発で OK。これですよ。これが僕の求めてた使い勝手です。この刃がすごい薄いんで、砂利とガラスの隙間にしっかり入ってくれるのもすごい使いやすいです。これに砂利を噛み込んじゃうとガラス面傷つけちゃったりしそうですよね。この作業の時は特に棒の長さがあった方が便利です。で、これって低床をこう顔近づけて見ながら水槽の全面ガラスを腕でまたいで作業するのって90センチ水槽だと結構体勢辛いんですよね。その辺考えるとやっぱり柄がついてるこれがいい選択だったと思います。ただそれでも棒がね長すぎると吊るしてる照明に当たっちゃったり水槽の中で動きに結構制限が出ちゃったりするんで、僕はこのプロレイザーミニを選びました。画面のガラス横側も水草をどかして掃除します。ここが結構外から見ると目立つんですよね。しかもレイアウト素材があるんで作業しにくいんですが、これ一発。ここがねこんな綺麗になったのは初めてです。単純に手が入んないんですよね、ここ。で、ここまで使ってプロレイザーすごくいいんですけど、ちょっと気に入らない点が2つ出てきちゃいました。その1つ目が、このボルトの大きさです。手で回せるボルトなんで、頭の部分のサイズがそれなりに大きいんですが、これがね、レイアウト素材に引っかかっちゃって、すごい邪魔に感じます。で、これはまあ、レイアウト素材をガラス面からもう、10ミリくらい離せば、普通にこれプロレイザー入るんですが、これさすがにね、初めての水槽で、メンテナンスのことまで全部考えてレイアウトするのはね、ちょっと無理でしたね。
だけど、メンテナンスに邪魔になることを全て排除してレイアウトする気もないんで、その辺のバランスは人それぞれっていうことになるでしょうね。ただ、ボルトをこういう形にしたのは、なんとなく理解できる気はします。まずこれはやっぱりデザイン的にここにプラスとか六角の穴が開くとどうしてもね機械の感じがすごい出ちゃうんで、そういう要素を排除したかったんじゃないかなって僕は思います。あとはアクアリウム用なんで手が水に濡れたまま鉄とかで錆びちゃう工具を持たなくてもいいようにしたっていうのもあるかもしれません。あとこのプロレイザーミニだと横から見た時にこの幅が最低限必要な隙間だとすれば、ここのラインからボルトが飛び出てなければ OK だっていう風に設計したっていう気もします。だけど僕としては一発で固形が取れるんならできるだけ狭いところもこれ使いたいって思っちゃうんですよね。ものすごい奥までは無理でもこのボルトが邪魔になってほんの少しだけ届かないっていうのはねちょっと気に入らないです。なのでここは美観よりも作業性を優先させたいんでこのボルトを変更します。こちらのステンレス超低筒ネジです。サイズは M3 の長さが 5mm で、ネジ頭の厚みが 0.6mm しかない非常に薄いやつです。で、これにパパッと付け替えて、比較できるようにしたのがこちらです。見た目はやっぱりプラスネジが入るんでちょっと悪くなりますが、かなりスッキリしました。両方ともボルトを付け替えてみましょう。これでほぼ邪魔な突起はなくなりました。だけど ADA 感も少しなくなっちゃいましたね。では実際に使ってみます。もうご覧の通りすごい奥まで届くようになりました。それ以外にもこの画面の細い流木が引っかかったりしなくなったんで作業性もすごいいいです。ADA のデザインをちょっと壊しちゃってますが、このボルトでいきたいと思います。そしてもう一つ気に入らないのが、これ先端のカバーがないんですよ。でこの取り付ける刃なんですが、こんな風にかなりペラペラで、これカーンって硬いものに当てたりしたらちょっとダメージ出ると思うんですよ。あと、刃物なんで、剥き出しに置いてあるのは、単純に危ないですよね。こういうのを置くときって、刃を下に向けて置いたら、大事な刃の部分がなんかにぶつかっちゃうし、刃を上にしたら、今度は指とかが当たっちゃいますよね。じゃあ、刃を下にして、縦に置くとすると、当然刃に力がかかっちゃうし、反対側にしたら、もう言わずもがなって感じですよね。いろいろやり方はあると思うんですけど、僕はこのカバーを自作します。ただ皆さんちょっとごめんなさい。ここからはあんまり万人向けじゃないし、アクアとは直接つながらない作業なんで、簡単な説明だけにさせてもらいます。で、画面の方は 3D ソフトで設計してます。測った数値とアイデアを合体させてるとこですね。で、こんな感じでデザインはできました。キュッてはめられて、簡単に落ちないようにと、刃先がケースに当たらないようにしてあります。おっさんアクアのロゴ入りですね。で、これは 3D プリンターで出力します。剥がして、洗浄して、洗浄液飛ばして、さらに洗浄繰り返して、自作の UV ライトで完全硬化させます。で、固まったら補助の部分を切り落として、これで使えるようになりました。じゃあ実際にはめてみましょう。これちょうどいい抵抗感があって、こんな感じで設計通りにはまってくれました。こうやって振っても全然落ちないし、軽く指で叩いても大丈夫なくらいはまってくれてます。これは隙間が狭いんじゃなくて、一部分で押さえるようになってるだけです。こんな感じで動作確認できたんで、各所ヤスリとかで整えて完成です。ちょっと裏側がボコボコしてますが、ちゃんと使えるものができてよかったです。ここの部分が先ほど説明した押さえつける部分です。そしてここで刃がこれ以上奥に行かないようにしてカバーに直接当たるのを防いでます。簡単な設計ですが耐久性も見たいんでこれでいいでしょう。こんな感じでとりあえず自分が使いやすい道具を手に入れることができましたが、正直に言うと海外製のこういうやつでカバー付きの商品もあったりするんで、別に ADA でなくても同じ機能の商品で事足りると僕は思います。だけどこれ細かいとこまで質感よくできてますよ。とにかく初の ADA 機材。また一つ階段を上がったっていうことにしておいてください。では今回使った金額です。ADA プロレイザーミニ4600円。
これはいつもお世話になっている東京ペット貿易で購入です。当然販売特約店ですね。ステンレス超低等ネジ20個439円。これはね、パックしか売ってなかったんでこの値段です。ここまで合計で18万6449円となりました。次回は当初想定してなかったことに対応するために新たな機材をいろいろ導入します。それではまた。